안녕하세요, 켜제튜브입니다. 오늘은 30년 바이크 경력의 저희 장인어른과 함께 바이크 엔진 오일과 오일 필터를 교체하기로 했어요. 今はどこに行ってますか？バイク屋さん。 저는 최근에 너무 바쁜 일정으로 투어링에 다녀온 뒤 몇 주간 세차를 잘 하지 못했어요. 이참에 엔진 오일도 갈고 세차도 함께 하자는 생각을 하고 오늘 장인어른과 함께 바이크샵에 가고 있습니다. 일본은 정말 많은 엔진 오일을 판매하는데요. 여전히 바이크 레이스가 성행하고 많은 레이싱 팀이 존재하는 만큼 프로 레이싱 팀들이 사용하는 고급 오일부터 바이크 메이커의 순정 오일, 저가형 오일 등등 선택할 수 있는 폭이 많아요. 오일은 종류에 따라서 바이크의 소리, 토크, 안정성에 큰 영향을 주고 심지어는 라이더라면 누구나 좋아하는 특유의 냄새까지도 바꾸기도 합니다. 저는 혼다 레이싱 팀에서 채택하고 혼다 스폰서까지 함께하고 있는 랩솔 스포츠형 엔진 오일을 넣기로 했습니다. 그리고 공인비를 절약한 그 보답으로 평소에 갖고 싶었던 가방도 한 개 같이 샀어요. 제 바이크의 엔진 오일은 대략 3리터 반 정도가 들어가고 장인어른의 바이크는 1리터하고 반 정도가 들어갑니다. 사전에 본인의 바이크에 엔진 오일이 몇 리터가 들어가는지 2스트로크인지 또는 4스트로크인지 먼저 숙지를 하고 계셔야 해요. 그리고 전기 스탠드에 고정시키기 위해 스로틀이 감기지 않도록 앞브레이크를 잡은 상태로 고정해두는 장치를 해줍니다. 그리고 본인의 바이크에 맞게 전기 스탠드 사이즈를 고정합니다. 그리고 핸들을 정면으로 둔 뒤 전기 스탠드를 밀어 바이크를 들어 올려요. 핸들을 정면으로 두지 않으면 고정하는데 엄청 큰 힘이 드니까 꼭 핸들은 정면으로 고정해야 합니다. 지금부터는 저희 장인어른의 설명을 자막을 달아서 여러분들께 공유해 드릴게요. 응, 間違いないね。これはドレンプラグね。多分17のはずやね。こっち。あ、14かな。わからん。どうやろそれ。どうやろ。ないね。ありました。あったやろ。はいそれで緩んでる。で、もう手で回るようになったら、もう手で回す。で、それがな、ちょっと待って。緩めてくれやろ。はい。ワッシャーがあんだね、1個。な、この間に。アルミのワッシャー。はい。なでそれをゆっくり回してゆっくり抜くと手が油でボトボトになるねだから上に押さえながら上にギュッと押さえながらこうやって回してもう外れた思った瞬間シュッて抜くねほら手が汚れ上に押さえつけながら緩めるグーッと結構な力ほんでもう外れたっていうのが分かるはずやわ外れたと思ったらそれをスコッてほんなら手がボトボトになるこれですよね。それを上になじゃあそういう持ち方じゃあかんこうやって真上に下から持ってでその時にシャッと手がボトボトになるちょっと。こんだけ汚れたらしいそうですよね。こうしゃがんで踏んだらこけるんですよすごいな。汚れてるっていう経歴ですね。それがよくなくすのはこのワッシャーなパッキンやねんけどなこれアルミのそれをなくすの早いな俺の2リットルですよね。これ1.9まあでそれをこういうふうに
さっきの燃えた。あ、そうですね。この頭にこの頭。ちゃんと合うから。右でコツコツって回す。入ったら、緩めてしまう前にそのキャップを抜いてから抜け。ああ、このキャップ。あかんかったら叩いてこうあ、違うから一箇所ばっかりじゃない右側左側はい。それ抜いといたらどけでもそうしとちょっと待って油こぼれるかこの周りをきれいに上ですで外側を中には絶対持ってた土が入るエンジンだから中側から中に突っ込むじゃないこの今に縁だけでいい横。この中にニュースを突っ込んだらあかんこの縁をきれいにかけて外の土を絶対中に入れないここにパッキングでこのまま何もせずにバイクにつけるとこれにシワが寄って今拭き取ったところの油がないからシワが寄ってそこから油が出るだからこの廃油でいいからつける前に廃油をちょっと指に濡らしてここに油をかけますちょっと引いてねこんなことしないのサビではないですよね。もともと色がこんなんですけど。大丈夫。これであちこち変わった感じ。土がつく。さっきみたいな。もうどこも変わらんように。これをなんかさっきみたいに今度締める方向やからバイクの左側に行った方がいいそうですね。締めて、で硬くなったらはい。ぐらいでそれ以上締めても意味がないしあバイクが痛むだけあ緩すぎても緩んだけどはい。で締まってから最後ギュッと締まってから最後に切るとギュッとぐらいでやるなんぼでも締まるからもうある程度固まったら最後にちょっとコンコンコンってねここは別にオイルつけるんですよタオルに土があったら最悪だ。もうエレメントとかダイレクトにまだドレンプラグとかやったらマシや締めていったら何ぼでも交互で締めたら何ぼでも締まるからバカなってないからみたいにキュッキュッキュッって一緒でいっぱい締まって交互で2、3回締めても硬くなったな思ったらキュッってぐらいでやめとかなバカなってないバカなったらエンジンバルブとか下がある程度硬なったらもうグッとぐらいでやめてよし、はい。あれ、すいません。ね、入れたらいいですよね。一気に入れたら油かけてくるね。そう、こういうのいけるやつです。大丈夫ですか？全然違う。あ、そう。で、これがゲージ。上まで来てやろ。
上の線がええねん、下は少なすぎる。でこの上の線でもエレメントに染みてないから、今もうちょいだったらもうちょっと下がるから、この線よりちょっと上までいる。で次エンジンかけたら、まだ下がると思う。エレメントオイルエレメントに染みてないから。ほらちょっと下がっていたよ。もうちょい入れる。そこ砂ついてないから読むとかなかった。ここも砂ついてないから大丈夫だと思う。エレメント変えたら、みたいに多分ゴソゴソやってる時間があるからいいけど、ただすぐエンジンかけた。エレメントにオイルが染みてないのにエンジンかけたら、エンジンやめていくよ。これはもうこのぐらいでいいです。手締めで十分。俺の買ってるからだからオイル交換するときこのパーツクリーナー絶対オイル一発するじゃん。こっちなんかもっとトーンってしてたやろ。この煙は周りのこれオイル周りのオイルがマフラーについたオイルが燃えてる。ああ、ここに溜まったオイルか。エレメントじゃないな。下ですね。また油がピューッと上がってきて、でそれでちょっと一気に量があまりにも少なかったらちょっとでもまああん中入ったら大丈夫よ。